それでは早速、玉ねぎの下処理から始めていきます。まずは、愛刀を握って、玉ねぎの上下を切り落としてから皮を剥きます。切り落とした上下はまな板から取り除き、指がいつもかさついているので、軽く湿らせてから皮を剥き始めてみました。最初もたついていますが、それでも普段よりも順調に剥けています。最後の場所ではスムーズに剥けたので気持ちよかったです。続いて縦半分に切り、それから1センチ幅のくし切りにしていきます。玉ねぎにはケルセチンというポリフェノールが含まれていて、抗酸化作用があり、血管の健康を守ってくれますよ。さらに、オリゴ糖には腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整える効果があるんです。2個目は倍速でお届けします。切り終えた玉ねぎは耐熱ボウルに入れていきます。玉ねぎは加熱することで甘みが増しますよ。次にツナフレーク1缶 80g を先ほどの耐熱ボウルに加えていきます。今回の副菜では油っぽさを抑えたいので汁は使わないことにしました。30秒ほどかけてボウルに入れました。汁が切れましたので缶を開けてツナの実をボウルに加えていきます。ツナ缶はタンパク質が豊富で筋肉の修復にも大活躍します。オメガ3脂肪酸もたっぷり含まれていて心臓や体の炎症にもいいんですよ。ボウルに入れ終えたら次は調味料を加えていきます。まず本だし小さじ1/2を水1/1カップ 100cc 入った計量カップに入れてだし汁を作ります。これで旨味がしっかり溶け込んで味に深みが出ます。次にみりん大さじ1と1/2。みりんは甘みと照りを加えてくれます。食材に入れる予定でしたが、計量カップに入れた方がよく混ざると思いそちらに入れることにしました。みりんで全体の味もまろやかになりますよ。続いて醤油大さじ1。醤油で塩気と風味がしっかり効くので、料理の旨味が引き立ちます。最後に酒を大さじ1。酒は料理の香りを引き立て、全体の味もまろやかにまとめてくれる役割をしますよ。こうして動画を見ると邪道な感じがしますが、計量カップに全て入れた調味料を軽く混ぜ合わせて、ボウルに入れました。続いて、ボウルの中の調味料と食材をよく混ぜ合わせていきます。混ぜることで調味料が食材全体に均等に絡み、味がしっかり染み込みやすくなりますよ。加熱する前にしっかり味をなじませることで、後から食べた時の美味しさがアップします。レンジ用の蓋をして加熱します。600W10 分で加熱しました。だいぶ熱くなっています。蓋を開けてみると十分よく蒸されていました。十分熱は感じていますが、念のため調理スプーンで混ぜ合わせてみましたが、しみしみで問題ないです。最後の仕上げで器に盛り付けていきます。盛り付けていくことで見た目も美しくなり、食欲がそそられます。最後に菜箸で軽く整え、テーブルをきれいにしたら完成です。スプーンにすくいました。本だしの旨味がしっかり効いて、醤油と酒は風味を引き立ててくれています。玉ねぎとツナの味が絶妙に絡み合い、深みのある味わいに作れました。玉ねぎのツナ煮、簡単に美味しくできました。材料や作り方は概要欄に記載していますので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。